これから私たちはどうしたらいいのよ。涙目で訴えかける義母の姿が今でも忘れることができません。私の名前はミオ、41歳。大学を卒業して化粧品メーカーに就職して、夫のリュウジとはそこで知り合いました。同僚だった夫とはすぐに意気投合し、2年目に結婚したのです。それから10年後に独立し、化粧品メーカーを新たに立ち上げました。店舗販売ではなくネット販売なので、現在はほとんど在宅ワークです。そしてそれを機に義両親と同居しているのですが、気を使う毎日で息が詰まってしまいます。もともと義母は腰が悪かったのですが、数年前から悪化してしまったようです。義父一人では義母の世話を満足にできないと夫が判断してそうなりました。しかし義両親は私を顎で使い、さらには毎日のようにいびってきます。私は在宅ワーカーなので、家事全般をやるようにと言われました。3度の食事の準備、洗濯、掃除、その他にもいろいろ頼まれます。いくら在宅ワーカーとはいえ、そこまで家事をしていては自分の仕事がはかどりません。それでも義母にいびられるよりは精神的にマシかと思い、日々こなしていました。しかし、私の中では完璧にこなしているつもりでも、義母は気に入らないらしく、難癖をつけてきます。毎日のように言われるのが、掃除の仕方です。ミオさん、何回言ったらわかるの？掃除機をかける前に雑巾がけをしてって。すみません。でも、雑巾がけまでしていたら、仕事が全く進まないんです。義母の言っている雑巾がけというのは、家の中ほぼすべてという意味なのです。床はもちろんのこと、壁や床の隅、さらには窓とその隙間まで、それを全部の部屋を毎日やれというのです。一回だけ言われた通りにしたことがありますが、仕事が一切できず、一日が終わりました。お母さん、前にもお話ししましたけど、雑巾がけは休日だけでもいいですか？そうしないと、仕事が全くできないんです。このセリフも何回言ったかわかりません。何甘えたこと言ってるの？毎日やりなさいよ。この義母のセリフも数えられないくらい聞きました。それから料理についても何かと口出しをしてくるのです。ミオさん、今日のカレーの人参だけど、あの切り方は何なの？乱切りですけど、何かありましたか？ありまくりよ。うちはずっと輪切りなのよ。そこらへん、ちゃんとしてちょうだい。と言われたので、次から気をつけるようにしました。また別の日にカレーを作った時のこと。お母さんに言われた通り、輪切りにしたんですけど、これで大丈夫ですか？と聞くと、義母は驚きの返しをしてきたのです。はあ？私そんなこと言ってないけど。うちはずっと乱切りなのよ。前にも伝えたはずだけど。と言ってきたのです。義母は私をどうしてもいびりたいようなのです。嘘をついてまでいびる原因を作っているように私は感じました。その他にも洗濯物の干し方だったり、洗剤の量を細かく指摘されたりもしました。さらには洗濯物を取り込む時間まで指定され、それを過ぎると嫌味を言われもしました。そして早く取り込みすぎると乾いていないからもう一度外に出せと言われることもありました。さらに上京していた義妹が仕事が嫌になり、実家へと戻ってきていました。義母も義妹には厳しく、戻ってきたんなら家の手伝いをしなさいよ。と言っていました。義妹はしぶしぶ私の手伝いをするようになったのですが、教えながらやるので普段の倍の時間がかかります。それでも少しずつ家事ができるようになって、義妹は嬉しそうでした。そんな義妹を見ていると、私まで嬉しくなっていったのです。しかし、ある日、些細なことで義妹と口論になりました。それは私が取引先との大事な会議があり、家事を急いでやっていた時のことです。あれ？
みおさん洗濯物干そうと思ったら終わってるんだけど、手伝わなくてよかったの？ちょっと会議が控えてて急いでたから先にやっておいたの。それって私がやると遅いって言いたいわけ？そんなこと言ってないよ。絶対そういうことでしょ？私に教えながらだと時間かかるもんね。みおさんって優しい人だと思ってたけど、裏ではそんなこと思ってたんだ。幻滅したわ。否定しようと思ったのですが、本当に時間がなく、この話はまた後でね。と言って、私は会議へと向かったのです。そして会議から帰ってきてリビングへ向かうと、義母と義妹が座っていました。ただいま帰りました。みおさん、あんたこの子にひどいことを言ったんだって？何のことですか？家事が全くできない使えない子って言ったそうじゃないか。そんなこと言ってません。と否定したのですが、義母は聞く耳を持ちませんでした。確かに32歳にもなってフラフラしてることには、私もどうかと思うけどね。それでも、この子なりに家の手伝いをしようと頑張っているんじゃないか。それなのにあんたは、この子をバカにしたんだよ。ふと義妹の方を見ると、ニヤニヤと笑っていました。お母さん、私の話も聞いてください。あなたの話なんか聞きたくないわ。こうして、まともに弁解もできないまま、義母からの印象は余計に悪くなったのです。そして、義妹との仲も、これをきっかけに、どんどん悪くなっていきました。義母が私をいびるたびに、義妹も私にひどいことを言うようになりました。しかし私は、会社を述べる立場にいるので、そういったことには慣れっこでした。いちいち気にしていたら仕方ないと思っていたのです。そんな私の態度が余計に義母たちからいびられる原因になっていたのです。それから数日後、夕食を作っていた私に義妹が声をかけてきたのです。みおさんって社長なんでしょ？だったらお金いっぱいあるよね。とても嫌な予感がしました。それがどうかしたの？実は私が好きなブランドから新作のバッグが出たんだよね。それがどうしても欲しくて。だから少しだけお金貸してくれない？私もそのブランドは知っていて、新作が出たことも知っていました。そのブランドはかなりハイブランドで高額なものばかりです。そしてその新作のバッグというのは20万円するものでした。後で借りたお金は返すから、ね。お願い。義妹は現在仕事をしておらず、仕事先を探す素振りすらありません。それから貯金もないようで、普段から義母たちに頼っているくらいなのです。そんな義妹に貸している余裕は私とてないのです。いつもみたいにお母さんに聞いてみたらいいんじゃない？さすがに20万なんか貸せないって言われちゃったから、みおさんしか頼れないの。私もさすがに20万円なんて無理よ。そう言うと義妹は、みおさんもケチだな。と素直に引き下がりました。するとしばらくして義母がやってきました。あんたどんだけこの子をバカにしたら気が済むんだい？はい？私には義母の言っていることがさっぱりわかりませんでした。無職には金を貸してくださいっていう権利すらないって言ったそうだけど。前回のように義妹を見ると、またニヤニヤと笑っていました。義妹は義母に嘘を言って、私が責められているところを面白がっていたのです。お母さん、お言葉ですが、私はそういったことは一切言ってません。と否定しましたが、またもや義母は、私の話などを聞いてくれませんでした。気の強い私でも、さすがに答えました。そして、夫に相談することにしたのです。すると夫は、母さんも妹も暇なだけだと思う。ミオが相手にしなければ、そのうち飽きて何もしなくなるんじゃないかな。と言いました。そんなものかなと思いつつ、長年一緒にいた人が言うことだからそうしてみようと思いました。それよりタワマンを買うって言ってたけど、それはどうなったの？明日不動産屋さんと電話で打ち合わせがあるの。だいたい決まってるけどね。
実は事業がうまくいき、ずっと憧れだったタワマンを買うことになっているのです。義両親と同居することになったので、初めは諦めていました。しかし、義妹が戻ってきたことで、私たち夫婦はまた2人で暮らすことになったのです。そして、それと同時にタワマンを買って、そっちに引っ越す予定になりました。でも私は、一つ不安がありました。お母さんたちにタワマンに引っ越すことが知られたら、ついてきそうで、怖いわ。今まで知れずに物件まで決めたんだから、大丈夫だと思うよ。ならいいんだけど。数ヶ月前からタワマンを買うために動いていて、ずっと義両親たちには隠してきました。そして翌日、不動産屋と打ち合わせをしました。物件は最後に内見に行ったところにします。そして来週からは引っ越しが始まります。期待に胸を膨らませながら電話を切ると、義母がニヤニヤと笑いながら立っていました。みおさん、タワマン買うの？どうしてそんな大事なこと黙ってるのよ。引っ越ししてから話そうかと。これはお父さんにも話さなきゃね。ここまでずっと隠してきたのに、すべてが水の泡となりました。そしてその日の夜、義両親と義妹、私たち夫婦で家族会議が行われました。みおさんがタワマン買うって話、お父さんたちは知ってた？いや、何も。私も知らないよ。もしかしてみおさんがお金貸すのを渋ってたのって、そういうこと？私は何も言えずに黙ってしまいました。すると義母が勝手なことを言い出したのです。もしかして今の家が古いからってみおさんが準備してくれたのかしら。そういうことなら名義にお父さんと妹の名前も入れてちょうだいね。義母は私が買う予定のタワマンを横取りしようとしていたのです。そんな要求飲めるわけがないので、私は断ろうとしました。すると夫が、まあ、名義に名前を加えるくらいいいんじゃない？と言い出しました。私は夫の言っている意味がわかりませんでした。それよりも、夫が義母たちの味方をしたことが一番悔しくて辛かったのです。私は我慢できずに家を飛び出しました。数分後、夫からメールが入っていました。ミオに話がある。母さんたちに聞かれると困るから、近くの公園で待ち合わせ。私はよくわからないまま、夫が指定した公園へ向かいました。私が公園に着くと、夫はすでに待っていました。ミオ、さっきはごめん。でも、俺にも考えがあるんだ。考えって？今まで、ミオが母さんたちからひどい扱いを受けてきて、さらには、ミオが買おうとしてるタワマンまで横取りしようとしてるってわかった。でも、このまま母さんたちのいいようにしておくわけにはいかない。夫は、私が相談したことをちゃんと聞いてくれていたようでした。だから、今度は母さんたちに、ミオの苦しみを味合わせてやろう。そして夫から細かい説明を聞き、納得した私は、すでに清々しい気持ちになっていました。そして翌週後、無事、タワマンを購入することができました。購入したといっても、一括購入ではなく、ローンを組みました。そして、結局購入したタワマンに、義両親たちも引っ越しをしてきました。前住んでいた家は、引き払ったそうです。こんないいところに住めるなんて、ほんと夢を見ているようだわ。と、義母は感極まっていました。義父も口には出さないものの嬉しそうでした。義妹は写真を撮って早速友人に自慢したり、SNS に載せたようでした。そしてしばらくして義両親たちの煮解きが終わりました。その時、義母が違和感に気づいたようです。そういえば、ミオさんたちの荷物は？ああ、後で運びますから気にしないでください。そう言うと、義母は納得した顔をしていました。そして、義両親たちに何も言わず、私たちは新居を後にしました。お母さんたち気づいたら、どんな反応するんだろうね。どうだろう。
でも自分たちがしてきたことを反省する機会にはなるんじゃないかな。その1ヶ月後、義母から電話がかかってきました。ミオさん、これはどういうこと？どういうことって何のことですか？義母たちはようやく異変に気づいたようでした。どうしてお父さんの名前でローンが組まれてるの？あのタワマンはミオさんが買ったものじゃなかったの？ああ、それなら、と説明しようとすると、夫が電話を代わってくれと合図をしたので、夫へと変わりました。その話は直接しよう。明日ミオと家に行くから。と言って電話を切りました。どうして説明しなかったの？電話だと録音できないから。母さんたちにミオにひどいことをしたことを認めさせて、それを録音しておきたいんだ。なるほど、と思う反面、夫が私のことを考えてくれていたことに嬉しさを感じていました。そして翌日家に行くと、慌てた様子の義母と考え込んでいる義父が目に入りました。義妹は何も考えていないようでした。すると義母が、どういうことか、早く説明してちょうだい。と怒鳴ってきました。説明は俺がするよ。まずミオがタワマンを買うことを黙っていたのは、こうなることを予想していたから。結局母さんに知られて予想通りになったけど、俺はこうなった時の対策も考えたんだ。対策って何よ？母さんたちは横取りすることに目を取られて、ちゃんと見てなかったみたいだけど、ローン会社の同意書にサインしてたの、気づいてなかっただろう。義母は目を見開いて、驚いた表情をしていました。じゃあどうして名義にお父さんたちの名前を入れてって言った時にいいって言ったのよ。挙句の果てにはお父さんの名前でローンなんか組んじゃって。すると夫は今まで見たことのない険悪な顔をしていました。人が買った家にタダで住めると思うなよ。そもそも俺たちはタワマンを買って母さんたちにプレゼントする気はなかったから。それにローンを父さんの名前で組むこと自体に同意したのは父さんだから。どういうこと？俺は父さんに協力してもらったんだよ。母さんたちを懲らしめるためにね。今までずっとミオを助けられなかったからって、あっさり承諾してくれたよ。すると、ずっと黙っていた義父が口を開きました。今までずっと母さんの言いなりだったけど、自分の愚かさを分からせるのにはいいと思ったんだ。夫は軽蔑の視線を義母へ向けました。散々ミオをいびって追い詰めて、挙句の果てには家を横取りしようとしたんだ。このくらいの報復受けて当たり前だろ。すると義父は、俺たちが悪かった。と素直に謝ってきました。でも夫は、そんなの今助けてほしいからって、一時的に言っているようにしか聞こえない。と相手にしませんでした。もちろん助けてほしい気持ちもある。でもそれよりもどれだけ俺たちが愚かなことをしたのか分かったんだ。ことの重大さに義父は気づいたようでした。しかし義母は、いくら私たちが悪いからって、これはやりすぎなんじゃないの？と、また興奮していました。私たちは前に住んでいた家を引き払ったのよ。今さらどうしろって言うのよ。家を引き払ったとかは母さんたちの事情で、俺たちには関係ない。と夫が言った後も、義母は何か叫んでいました。すると夫が、今後一切ミオに関わらないことを約束できるなら、助けることもできる。と言いました。その言葉に義母は、わかったから早く教えて。あんな高いローン払っていけないわ。と言っていました。そしてその後、義父名義だったタワマンは私名義になり、ローンも私が支払っていくことになりました。これで本当に憧れだったタワマンで暮らすことができます。その後の義両親たちですが、私と夫が約1ヶ月生活した安いアパートで3人で暮らしているそうです。それにしても、私と夫が1ヶ月もいなかったことに疑問を抱かなかったのか、と思いました。目先の欲にとらわれて、周りが見えていなかったのでしょうか。どっちにしろ、結果的に
義両親たちとの縁を切ることができたので良かったと思います。現在は仕事も以前よりも好調で、私生活も充実しています。義両親たちからいびられない生活がこんなにも快適なものだとは思いませんでした。もっと早く夫に相談して行動していればよかったと思いました。